皆さんこんにちは、ケイキチです。サイバーパンクモッド紹介やっていきます。今回はキャラクターをハイクオリティにカスタマイズするモッド、没入感を上げるモッド、ゲームプレイを追加するモッドなどなど紹介していきますので、早速始めていきましょう。まずはヒスト氏の新しいボディモッド、エンジェルボディ用のリグ、キャラクターのスケルトンですね。これから見ていきます。一つ目はリグデフォームエンジェルエディション。ヒスト氏が調整したエンジェルボディ用のカスタムスケルトン。太ももと足とヒップがボリュームアップします。デフォルトのエンジェルボディでは少し細すぎると思われる方はぜひ使ってみてください。すごくバランスの取れた体型になります。もう一つは EKT リグ4エンジェルボディ&バニラボディ。さらにボリュームアップされたい方はこちらを使ってください。エンジェルでもバニラでも使えるスケルトンです。最後のリグはブリースト&バットリグデフォーム。こちらバストも強化されるリグです。衣装によってはかなりクリッピングしますのでご注意ください。あとぜひですね、イマーシブアニメーションも導入して使ってみてください。では続いてキャラクタースキンを見ていきます。今回はこちらの 8K もいけるスキン、ユニバーサルスキントーンを導入しました。このユニバーサルスキントーンは KSUV テクスチャと VTK に対応しています。ヒスト氏のボディモッドを使われている方は特に要件となるものはありませんが、 8K テクスチャのリアリスティックコンプレクションを使う場合は VTK HD ヘッドフィックスも導入する必要がありますので気をつけて導入してください。 8K テクスチャにするとかなり寄ってみてもものすごく高精細で表示されます。ここまで来ると本当に実写みたいですね。ぜひ一度実機でお試しください。ただですね、インベントリなどを開いたり鏡を見た時の読み込みがかなりもたつきます。それだけ大容量ってことですね。それではここまでキャラクターのリグとスキンを変更して自キャラをカスタマイズしてきましたが、残念なことにサイパンには三人称視点が存在していないため自分のキャラクターを見ることができません。そこでお勧めしたいのがバイクですね。バイクにまたがることで三人称視点が追加され、運転する姿を見ることができます。ここでぜひオートドライブを使ってください。このオートドライブを導入すれば運転は完全に AI に任せてワンハンドでプレイできます。そしてもう一つ、バイクの運転をがっつり楽しみたい方はバイクオーバーホールを使ってみてください。このバイクオーバーホールを導入することでバニラの全てのバイクのトルクと最高速が上がる上、ハング音のレスポンス向上とより深い角度にバイクを傾けることができるようになります。最大までハングオンすると膝が地面に擦るほど傾くのでバイク好きの方にはたまらないんじゃないでしょうか。そしてここで一つおすすめの最新バイクモッドをご紹介しておきます。バイクオブダークフューチャーアーチ V4。 こちらはモッドのバイクなので残念ながらバイクオーバーホールは適用されないようですが、それでも素晴らしい乗り心地とめちゃくちゃかっこいいデザインで作られています。本当に所有する喜びが味わえるいいバイクだと思います。それとあともう一つ試していただきたいのがイマーシブ FPP バイクカム。こちらは一人称視点のバイクのカメラをリアリティのあるものに変更します。バニラではバイクが傾いてもカメラは固定されていますが、このカメラモッドではバイクの挙動に合わせてカメラも傾くようになります。加えてハンドルを操作する手の動きもダイナミックなものになっていてしっかり動いているのが見えます。ぜひ一度このリアルな挙動を試してみてください。かなり没入感のあるバイクの運転が楽しめると思います。ではお次にゲームプレイ関連のモッドを見てみます。まずはレスポンシブ NPC。 プレイヤーの行動や服装に対して NPC が敏感に反応するようになります。
例えば分かりやすいところでプレイヤーが全裸で歩いている場合、それを見た NPC の何人かは露骨な嫌悪感を示します。あと武装していると指名手配されやすくなったりとダイナミックな反応が楽しめます。個人的には全裸でストリートに立って NPC に嫌な顔されるのが面白くて癖になりそうでした。皆さんもぜひゲームの中だけでお試しください。それではですね、今回ラストはタクシーワーク in ナイトシティ。ナイトシティでタクシーを使って乗客を運ぶタクシークエストができます。クレイジータクシーやグラセフのタクシーミッションみたいな感じですね。このタクシーのクエストを始めるにはまずですね、タクシーを探す必要があります。僕の場合は無人のタクシーが走っていたのでそれを捕まえました。そしてタクシーに乗り込んだところでクラクションを鳴らすとクエスト開始。お客さんが待っている場所が追跡できるので拾いに行きましょう。この時インワールドナビゲーションを導入しておくと非常に便利です。お客さんを拾ったら目的地まで移動します。目的地までの距離や到着時間で報酬は変化します。あとですね、送迎中に事故に遭ったり戦闘したりなどしてですね、お客さんにストレスがかかりすぎるとタクシーを降りてクエスト失敗となりますのでお気をつけください。今回は道中ギャングに襲われましたがどうにか送り届けることができました。ただ目的地に到着した後お客さんが引かれてしまいました。報酬はもらえたのでよしとしましょう。こんな感じでタクシーのクエストを進めていきます。このタクシーのクエストを規定回数こなすことでオートフィクサーで新しいタクシーがアンロックされるようです。しっかり稼いでタクシードライバーとしてナイトシティで成り上がりましょう。普段のクエストを忘れてひたすらロールプレイするのも面白そうですね。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。サイバーパンク2077に関しては完全に開発が終了しています。今はモッターの手によってコンテンツが拡張され続けている状況ですが、最近になってオートドライブやタクシーワークなどゲームプレイの根底を見直すすごいモッドが出てきたり、 8K スキンのような PC の要求スペックを引き上げてしまうほどのモッドもリリースされました。このままの勢いでどんどんゲームを拡張していただけると嬉しいですね。願わくは GTA5 のようにですね、10年経っても遊べるようなゲームであってほしいと思います。それではこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。The coffee's on the counter and the news is banging on the door. In the midst of these distractions, it's the silence that's worth fighting for.